ロマンは非効率から来るというスキズの不思議な教えからワンちゃんとフィリックスによって決められた旅行中のトゥードゥーリスト。スキズの中でも特に料理が苦手なハンとフィリックスがメンバーの料理を作ってあげることになったのですが、一生終わらない2人のクッキングの様子をお届けします。メンバー全員で過ごしたシドニー休暇での出来事、よりロマンのある旅行にするために一人一人の役割を決めることに。なんとメンバーの中でも料理が苦手なハンとフィリックスが料理を担当することになってしまったのです。自分の役割を聞いたハンは、本当に非効率的だ、僕に料理を任せるのと幸先不安な様子。夜ご飯を作るために2人は先に宿に到着します。じゃんけんをしてハンがラーメン、フィリックスが肉を焼く係を担当することに。ハンは肉を焼く担当にはなりたくなかったようでラーメン係になり大喜び。一方で終わったとグリルの前で絶望するフィリックス。ハンもフィリックスも火のつけ方が分からずなかなか料理を作る工程に移ることができません。ですがメンバーの助けもあり数十分かけてやっと火をつけることに成功したフィリックス。ハンも無事火をつけることができラーメン作りに取り掛かるのですが、なんとラーメン10袋に対して5リットルの水を入れるという初っ端から驚きの行動に。料理の完成までに時間がかかってしまいお腹が空いたと次第にうるさくなってくる外野たち。料理上手でお肉を焼くことが得意なリノは黙って見ているだけ。その後のインタビューでああしろこうしろ、こっちの方が美味しいよって口出しするよりも2人のやり方でやらせてみようと思ったとお兄ちゃんらしい発言をするリノ。口出ししてしまいたくなるはずなのに弟たちが頑張っているからと黙って見ているリノ、優しさがにじみ出ています。一方でラーメン係のハンをスンミンとアイエンが手伝ってあげます。何かおかしいなと感じても何かしら考えがあるのだろうとハンの指示のもと言われたことをやる2人。無事全ての肉を焼き終え放心状態のフィリックスに、フィリックスが今日焼いた肉の量が60人前くらいあった気がする。フィリックスお疲れ様、フィリックスいただきますとフィリックスを褒めてあげるメンバー。そしていつの間にかラーメン係が交代になっていたアイエン。水が多すぎるんだけどと心配するアイエンですが、とりあえず完成しひとまずビジュアルは合格なラーメンですが、やはり異変に気づいたのか水を入れた人出てきてとアイエンに言われると、水の量の調節は僕が完璧にやったよとなぜか自信満々なハン。ラーメンを取り分けると、わあうどんじゃん、でもちゃんと茹でられてるねと精一杯の褒め言葉を絞り出すリノ。ハンの入れた水の量を聞くと、だからこんな味なんだと納得するメンバーたち。ハンがなぜこんなにたくさんの水を入れたのか理由を説明していると、水も多いし口数も多いシェフと出る字幕。相変わらずスキズ公式がセンスありまくりで好きすぎます。ヒョンジンがでもハンの真心が入っているよと褒めると、2024年最悪のラーメンとすかさず横から突っ込むスンミン。そんなに言うならとハンも一口食べてみると、うわぁ本当に麺の味がする、ただラーメン風味の水ですと自分が作ったラーメンの味に驚くハン。ラーメンが一番美味しいけど僕たちラーメン食べ終わったよ、口が寂しいからずっと食べちゃうんだよとフォローするメンバーたち。ここでもメンバーの優しさが感じられるなんて。料理担当の2人はリノのために料理を作り料理対決することに。まずはわかめスープ作りから。オーストラリア出身のフィリックスは韓国料理に初挑戦。レシピを見ながら作り進めるフィリックスに対してわかめスープを食べ慣れているハンは手際よくスープを作っていきます。ですがここで2人とも味付けに苦戦します。ハンは味見をすると、本当に味がしないとしばらく原因を考え、これはもっと沸かせた方がいいねと煮立たせてスープ作りを終了します。一方のフィリックスはごま油を入れすぎたようで、ここからフィリックスのエンドレス味付けが始まります。もっと塩が必要だなとトリュフ塩を追加するフィリックス。その様子を横で見ていたハンは、お願い、それ以上塩を入れないでと思わず心の声が漏れてしまいます。塩を追加した後にさらに醤油を追加したフィリックスはハンに味見をお願いします。味見をしたハンは、油とわかめスープの味より油の多さにびっくり。するとフィリックスは水を追加して味付けを終えます。その一方で、それなりにビジュアルは悪くないなとわかめスープの出来栄えにかなり満足しているハン。味見をするとまん丸い目を大きく開け、
もや、と驚くハン。すぐにヒョンジンに試食してもらうのですが、おうこれ美味しいよ、とヒョンジンからも合格をもらったハン。その隣で、僕は失敗した、と苦笑いのフィリックス。その様子を見たヒョンジンがフィリックスのわかめスープを味見すると、しばらく黙り込み、味がないよ。塩と醤油を入れた方がいいかも、とアドバイスをするヒョンジン。ヒョンジンのアドバイスを素直に聞き醤油を追加するのですが、またもや入れすぎてしまうフィリックス。さらにハンの、思ったより味付けをするとき醤油をたくさん入れたんだけど、でも美味しくなったよ、という言葉に、さらに醤油を追加するフィリックス。どこまでも素直な天使すぎて頭を抱えてしまいます。わかめスープで意外な才能を発揮したハンですが、実はもう一つ得意な料理があるんです。リノ、ハン、アイエンの3人で料理をするという YouTube コンテンツで、ゆでだこの刺身とパンを作ることに。ハンはタコの下処理を担当することになり、料理が得意なリノが一から丁寧に教えてあげます。思ったよりも大きいタコに驚くハン。リノがタコの内臓を取っている様子を見て、あ、と後ろを向きます。そんなこんなでほぼほぼリノがタコの下処理を終わらせます。それにしても、何食わぬ顔でさらっとできちゃうリノかっこよすぎる。さすがファンにクッキー焼くアイドルは違うな。下処理が終わってやっとハンの出番。ハンの役割は、塩と小麦粉を使ってタコのぬめりを落とすこと。初めての感触に、いいえな、これ気持ちいいね、とのんきなことを言っていると、ダメ、もっと力を入れてもんで、鳥のからダメ出しが入ります。最初は楽しんでやっていましたが、思いのほか力を使う作業で、無心でタコのぬめりを取るハン。それを見たアイエンが、僕が洗ってみてもいい、と聞き後半戦はアイエンが担当することに。苦戦しているアイエンにハンは、タコに脱水症状が出るくらい、となんだかリノが言いそうなアドバイスをします。仕上げはリノに任せ、タコのお刺身が完成。苦労して完成させたタコを食べて満足そうなハン。ハンの得意料理がまた一つ増えました。お菓子作りは得意ですが、料理は根っからの苦手なフィリックス。スンミンとフィリックスが定期的に開催するクッキングスクール、デンニャンスクール。料理が苦手な2人が合わさると失敗続きで見ていて面白いとステイからも大好評のデンニャンスクールですが、ホワイトデーにステイに向けて飴作りに挑戦した時がひどかったんです。クッキングが苦手なのに、作るのが難しそうな飴をチョイスするのも2人らしい。開始早々明らかに水の分量がおかしくて、この時点でステイも失敗を覚悟します。ですが当の本人たちはマイペースに飴を作り続けていきます。想像していた飴とはかけ離れ、明らかに動揺する2人ですが、しばらくすると諦めて投げやりになります。飴なのか水なのかわからない液体を肩に流してデコレーションしていく2人。なんとか完成はしたものの、明らかに飴ではないもの。これはプレゼントできない、と思ったのか、既製品のグミを梱包してステイにプレゼントしようとするスンミン。最後は、ハッピーホワイトデー、と強制的にデンニャンスクールを終了させます。この2人が愛おしすぎて、デンニャンスクールはずっとこのままでいてほしいですね。いかがでしたでしょうか。さまようキッズたちのクッキングは、見ているステイもさまよってしまう、ワンダーランドのようですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。